皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。日本の伝統文化の紹介。日本の伝統文化は、古くから受け継がれてきた多くの知恵と心が込められた貴重な文化であり、現代でも人々の日常生活に深く根付いています。日本は四季がはっきりしており、自然と調和した生活が長い年月をかけて築かれてきました。そのため、茶道、華道、書道、和食、着物、祭り、神社や寺など、様々な伝統文化が存在し、どれもが日本人の心と暮らしを豊かにする大切な役割を果たしています。これらの文化は単に過去の遺産として残るのではなく、現代に生きる私たちの精神や人と人との絆を強くし、未来へと受け継がれていく宝物なのです。茶道は日本を代表する伝統文化の一つです。茶道は静かな茶室でお茶を立てる儀式であり、その作法や道具の使い方には長い歴史と深い意味が込められています。茶道では、おもてなしの心や礼儀作法を学ぶことができ、参加する人々は一つ一つの動作に集中しながら、心を落ち着ける時間を過ごします。茶の湯に触れることで、自然の美しさや季節の変化を感じ、日常の喧騒を忘れるひとときとなります。華道は花を生ける伝統文化です。華道では、花の色や形、枝の配置などを考えながら、美しい空間を作り出します。花を生ける行為は、決して急がず、静かでゆっくりとした時間の中で行われます。花そのものの命を大切にし、その美しさを最大限に引き出すことを目指す華道は、見た目の美しさだけでなく、心の静けさや調和を感じさせてくれます。季節ごとの花の変化は、日本の四季の美しさを象徴し、見る人々に深い感動を与えます。書道は、筆と墨を用いて文字を書く日本独自の芸術です。書道は、単に美しい字を書くことだけではなく、その人の心情や精神を表現する手段ともなっています。学校で学ぶ書道は、集中力や忍耐力、そして礼儀を養う大切な時間となり、一文字一文字に心を込めることで、自分自身と向き合う機会を与えてくれます。墨の濃淡や筆の動きに、書く人の感情や思いが現れ、完成した作品はかけがえのない一つの芸術作品となります。和食は日本の伝統的な食文化として世界中で知られています。和食は素材の味を大切にし、季節ごとの食材を生かす料理が特徴です。ご飯、味噌汁、魚、野菜などを中心とした一汁三菜の食事は栄養のバランスが良く、健康にも良いとされています。和食はまた、食事を通して自然の恵みに感謝する心を育み、家族や友達が集まって食卓を囲むことで、温かい交流の場となります。2013年には
ユネスコ無形文化遺産に登録され、その魅力は世界中に広がっています。着物は日本の伝統衣装として古くから受け継がれてきました。着物は特別な行事やお祝いの時に着用されることが多く、その色彩や模様、帯の結び方などにはそれぞれ意味が込められています。着物を身にまとうと、日本古来の美意識や礼儀作法が感じられ、心に深い感動を与えます。最近では、観光客が着物をレンタルして体験することも増え、国内外の人々が日本の伝統文化に触れる機会となっています。さらに、これらの伝統文化は、現代の生活においても新たな価値を生み出しています。例えば、茶道では、季節ごとの美しい茶室の飾りや、使い古された茶碗に込められた歴史を感じることができ、参加者は精神の選択の時間を得ています。華道においては、花の配置や生け方に工夫を凝らすことで、現代のインテリアとしても評価され、多くの人々が家庭で手軽に楽しむようになりました。書道は学校教育だけでなく、企業のロゴやポスターなどでも用いられるなど、その芸術性が広く認められています。和食は健康志向の高まりとともに世界中で注目され、日本料理店は各国で人気を博しています。着物も伝統と現代デザインが融合し、ファッションショーやイベントで取り入れられるなど、新しいスタイルとして発展を遂げています。これらの伝統文化は、古き良き日本の精神を今に伝えるとともに、時代の変化に柔軟に対応しながら、多くの人々の心を豊かにし、生活に彩りを与え続けています。伝統文化の魅力は、過去と未来をつなぐ架け橋であり、私たちはその価値を大切にし、次世代へと引き継いでいく責任を感じながら、日々の生活の中でこれらの文化に触れる機会を積極的に求めています。また、日本各地で行われる祭りも伝統文化の大切な一部です。祭りは神社や地域の歴史に基づき、神様への感謝や豊作を祈るために催されます。祭りの日には、街中が賑やかな音楽や踊り、太鼓の音に包まれ、人々が一つになって楽しむ姿が見られます。着物や法被を着た人々が行列を作り、みこしを担いで順を練り歩く様子は、昔からの伝統を感じさせ、地域の絆を深める大切な行事となっています。神社や寺は、日本の伝統文化の中で重要な役割を果たしています。神社は、神道の信仰に基づく場所として、初詣や祭りの際に多くの人々が参拝に訪れ、日々の無事や豊作、家内安全を祈ります。一方、寺は仏教の教えを伝える場所として、お盆やお彼岸の時期に先祖を供養する場となり、心の平安を求める人々が集います。古い建物や美しい庭園は、
日本の歴史と技術の高さを今に伝え、現代の生活の中でもその価値が見直されています。武道や伝統芸能も日本の文化を豊かにする大切な要素です。柔道、剣道、空手などの武道は、心身を鍛えながら礼儀や規律を学ぶことができ、現代の人々にも多くの教えを与えています。また、能、狂言、歌舞伎などの伝統芸能は、長い歴史の中で培われた独自の表現技法を通して、日本人の感性や美意識を表現しています。これらの芸能は、今でも舞台で上演され、多くの観客に感動と喜びを届けています。このように、日本の伝統文化は、茶道、華道、書道、和食、着物、祭り、神社や寺、さらには武道や伝統芸能といった多くの分野にわたり、そのすべてが日本人の心と生活に深く根付いています。これらの文化は、日常の中で自然と触れ合いながら育まれ、次の世代へと大切に受け継がれていくべき宝物です。学校や地域の行事、観光などを通じて若い世代にもその魅力が伝えられ、日本の歴史や精神が未来へとつながっていくことが期待されています。私たちは現代の便利な生活の中でも伝統文化に触れる時間を大切にし、心の豊かさや自然との調和、そして人と人との絆を感じることができます。伝統文化はただ過去のものとして残るのではなく、現代においても新しい価値を作り出し、人々に希望や勇気を与える大切な力となっています。これからも日本の伝統文化は国内外の多くの人々に愛され、尊重され続けることでしょう。そして私たち一人一人がその魅力を感じ、守り続けることで、日本の美しい歴史と精神が未来に向かって輝き続けることを心から願っています。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。